gunning for, cause when it settles, it's only pain and grief when you living lawless. We only chase it if the chance of profit's flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. If you faint hearted, you better leave. You try and cross me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime. はやともさんまだっすよね。あ、もう一応まだ。あ、ちょうど。あ、すごいね。みつろさん。みつろさんです。知らない世界を知らない世界のままにしないということで、今お盆の時期なんで、お盆の話今日はしようと思ってるんですけども、あの世の方角がどこかっていう話をしようと思います。方角。あの世の方角どちらだと思います？全然わかんない。でも、なんとなく下に行きそうだから、南、あの世は南にある。南とか北とか西って地球のもう中にいるじゃないですか。地球の中だからが北があって西があるじゃないですか。じゃあこの地球をもっと俯瞰しないといけなくて、太陽があって地球がありますよね。で、地球はこういう風に回ってますよ。太陽の周りをと。で、ここを夏だとします。すると、ここは何でしょうか？季節。冬ですよね。夏、秋、冬。で、冬の地球はさらにこう24時間で1回転してるんですけども、冬の夜空ってことは冬の向こう側が見えてるわけですよね。で、夏の夜空ってことは地球があっち向いて夏の向こう側を見てるわけです。全く逆サイドが見えてそうなんですよ。で、もちろん冬に太陽方向を見たらこっち見れるんですけども、見れないので太陽が眩しいので、冬の夜空と夏の夜空があるんですよ。みんながずっとやってきたことっていうのは効果があるからやってきてることだと思っていて、で、世界中で実はお盆っていうのは夏の夜の満月の日に設定されてるんですね。それ世界中で？世界中なんですよ。日本のお盆はもともと旧暦の7月の15日にやってたんです。旧暦っていうのはすごいよくできてるシステムで、旧暦の1日はいつでも新月。旧暦の15日はいつでも満月なんです。なぜならそうなるための暦だから月を元に。だから十五夜お月さんっていうと、もちろん皆さん満月って分かる通り、それが明治維新の頃に破壊されて、日本という国も欧米からの影響で新暦というものに変わったんです。それまでは月を意識して僕たちは生きてきた。で、その時は夏の夜空の方向に日本も旧暦で祈ってたんです。で、僕沖縄なんですけども、沖縄は今でも旧盆って言って旧暦に絶対お盆するんですね。そうだ。沖縄旧盆。中国もそうなんです。で、沖縄のユタさんたち、ユタさんいっぱいいるんですけど、ユタさんたちが言うのは、新暦のお盆ではもう通じないよって言うんです。新暦でみんなヤマトンチュ日本の人たちヤマトンチュ今何してんかねって言って旧暦じゃないと通じないこの霊能者にとっては。でも僕たち今新暦でやってる。でこのシステムを僕は世界中アステカ文明だろうがインカだろうが夏の夜空に死者が帰ってくるっていう統計があるんだなってことをまず最初に自分の中で納得して、で夏の夜空に何かあるんだろうなと思って、ここからだって世界中みんななんか来るって言ってると死者が。で夏の夜空の方向に何があるかなって調べた時に、いて座 A スターっていうのがあったんですね。あ、これはと思って自分が納得して、いて座 A スターっていうのは僕たちが所属しているこの天の川銀河の中心のことなんです。要するにブラックホール、地球から一番近いブラックホールがここにあるんですよ。夏側に。だからブラックホールの方向から死者が来るって僕たちは思ってる。一番地球から近いブラックホールね。で、もう一つなんで月が必要かっていう話もすると、月っていうのはそもそも地球からロケットを発射するときにスイングバイって言って月の重力をスンって借りて向こうの方向に飛んでいくんですよ。これスイングバイって言うんですけども、僕たちの地球に対して一番重力の影響を与えているのは太陽じゃなくて月なんですよ。月がこうやって回るから地球で一番重たい物質である海、あれ簡単に動かすのに月が動くだけで、それが干潮満潮ですよ。結局重力源なんですよ。で僕たちは地球にいて夏の夜空の方向にまず思うじゃんです。思いっていうのは重力で成り立っていて、実は日本語ってすごくてね、思うということとこの重さという思い、ちょっと難しい話するとグラビトンっていう素粒子なんですけども、それで地球の思いがまず一回月に引っ張られます。でその先に何があるかっていうとブラックホールがあるんですね。でブラックホールは科学者がどういうふうに呼んでるかっていうと、事象の地平線でいいですよ。イベントホライズンって言って、こっから先は
情報もバラバラになるし、光もバラバラになる、物質も素粒子も全部バラバラになる。要するにあの世って言ってるんですよ、物理学者は。で地球から一番近いあの世が、天の川銀河の中心なんですけども、夏の夜空の方向にあって、でそれを重力のエネルギー、月のエネルギー借りて向こうに通していたのがお盆なんです。南米でもアステカでもずっとやってきた。それをたかだか1400年からこの西洋文明が世界中を侵略し始めて、で新暦を押し付け始め、なので東京も確か7月にお盆する風習があるって俺聞いてて。ありますね。はいはいはい。下町の方はありますよ。ですよね。なのでちなみに新暦の15日って必ず満月にはもちろんならないですよね。新月の時もあれば満月の時もある。単純に僕たちは15という数字が好きだから7月15日だったのを8月15日にされたとかじゃ全然意味がなくて、満月にやりたかったんですよ。でもそれを、7月の旧暦の15日に一番近い8月という月の15日でいいでしょ。でも15日が新月の可能性があります。新月の場合は地球があって月がここ側に来て太陽なので、ここにしか重力方向働かないですよ。だから今年も全然満月じゃないんですね、8月の15日っていうのは。でも沖縄はちゃんとその2週間後ぐらいかなに旧盆でやってるので、今でもその名残があるというか、そのエネルギー的にちゃんと根拠がある方が実は旧暦。だからもう何千年間もずっと祈り続けてきたっていう。なのであの世の方角はどっちかっていうと、夏の夜空の向こう、伊手座のエースターなんですけど、ブラックホールの方向。はい、だから北とか南とかは言えないっていう。観測できるわけないじゃないですか、昔の人は。肌感覚で分かってたんです。すごいのがやっぱ昔の人は、これ2つ説があって、気が遠くなるぐらい長い時間、なんか夏の夜に向こうやっぱなんか来るよって思ったのか、もう一つの説がやっぱり人間というものを作ったのは人間を超えたなんか知的生命体が作ってるから最初からその仕組みを教えていたのか、どっちか分かんないけども、今科学力が発達してなんでこういう風習があったのかなって調べれば、夏の夜空の方向があの世の方角なんです。ああ、本当にあんのかね、ブラックホールの中に。だから、俺さっきの話聞いてて思ったのが、ほんまに15日やったわっていう、その、墓参り行くの。墓参りに行くの、京都のすごい田舎の方なんやけど、北部の俺は。ジュニアもまだ子供、もう俺も子供だから、ジュニアも子供なんやけど、ちっちゃい時は、その夜に墓参り行くね。15日。だから当時田舎やから、暗いから、おっしゃる通り、月明かりで、影踏みして遊んでた覚え出した。旧暦の15日だから墓参りされてたんですよ。そういうこと。だから新暦では何の意味もないので。そう、だからその、旧暦満月の時に、そうなんですよ。満月に墓参り行くっていう。月はもう本当にエネルギーの根拠がありすぎて、なんで今俺たちってこんなに旧暦をバカにしてるのかなと思う。調べれば調べるほど、今何を信じて8月15日ってやってるのかも意味が、根拠がないから。なんか、でも自然で言うと、せいじさん結構アフリカとか海外行かれるじゃないですか。やっぱ全然僕たちと違うじゃないですか、暮らし。すごいなと思ったのが、星を見上げるっていうやん。ほんまに電気も何もないとこ行ったら、見上げへんねんな。もう目の前に星がブワーあるから、ほんまにこう、掴めそうになったよな。だから、女の子メロメロやで、あんなもんね。見たことない星空。アフリカに連れて行きさえすれば。何にも、車でとか移動してて、バテン電気消したら、もう、ほんまに、バーンって星やん。全部星。ほんまに俺手伸ばしてもうて、窓にコツンって当ててもうた。でも、そこでもやっぱり、海外行って思ったけど、ほんまに、おばあちゃんがすげえ。アフリカでも男性は車椅子に乗ってアフリカ来たり絶対せん。おばあちゃんすんねん。でも飛行機乗ったら車椅子のおばあちゃん結構乗ってんねん。でおばあちゃんがおばあちゃんの車椅子をして歩けるおばあちゃんがまだ、ほんでそのおばあさんと喋っててウキに車椅子でうろうろできへんやん。大丈夫って麻雀持ってきてんねんって。雨が降って観光できへんねんがみんなで麻雀するねん。どんだけ遊ぶ気やねん。ババア元気やから。バイタリティやばい。平均寿命も男より10歳多いっすよね。そうなんだよ。ババアが一番やばい。元気なのね、やっぱね。あの世の方角からまさか最後ババアの話になるところに。でもなんか、星つながりで言うと、結構今みんな宇宙向いてるよねっていう話が。宇宙向いてる。
目指してるっていうか。まあそうっすね。なんかその、みそろさんの話のなんか聞いてと思い出したのは、ハッブル望遠鏡が新しい銀河系見つけたっていうのをご存知ですか？あれだからビッグバン前の、まあ、要は銀河系見つけてしまったってなると、ビッグバンって何なのかっていう論争がこれから始まるんじゃないかっていう。ああ、なるほど、なるほど。変わるそれスピッツァーじゃないですか。ハッブルじゃなくて。ジェームズ・ウェッブじゃない。ハッブルじゃなかったでしたっけ？要はその、あまりにもそのビッグバンの初期に銀河が形成されてるはずがないっていうのが、たくさん見つかって、ですよね。だからビッグバン、だから見直し始めてるはずですよ、ビッグバン。そうなってくると宇宙理論どうなってくるのかな？今のこの最新のやつはホログラフィック宇宙論って言って、もうだから次元を一つ下げて、全ては投影であるっていう。よく聞きますね。これに関して今、日本人の科学者2人と、世界中のそのホログラフィック宇宙論の学者たちが今チーム組んで、理論の構築してるんで、ひょっとしたらここ数年のうちに、もうまるっきり違う宇宙違論う感じですよね。が、数年ですか？数年のうちに多分構築できる。なんかでもみんな今アルテミス計画が月目指してるじゃないですか。インドも中国も月を目指している。でも、コリアメンタがやってるのはただただ、その、本当の宇宙じゃないから。100キロ先じゃないと宇宙空間とは言わないし、だから月に行くっていうことはとんでもないことなんだ。とんでもないよね、本来。本当に宇宙に出たのはアポロ宇宙飛行士しかいないんだ。いないよね。だからそれを今回やるっていう、すごいこと。アメリカの旗指してますもんね。アメリカの旗だけじゃないから。あれだけじゃない。そのアポロ11号が持ってった旗は、星条旗だけじゃないですよ。もう一つ旗さしてる。何の旗だ？これフリーメイソン。これガチっすか？宇宙飛行士のバズ・オグリッドリンはフリーメイソン。フリーメイソン。で、旗さしてる。ピラミッドに目のマークの。メイソンの方の、例えばサイト行くと、誇らしげにこう。メイソンの旗を月に。そりゃそうですね。誇らしいですよね。月に、あの月に。記念メダルも出てる。やば。月にこれやりましょうよ。月にこの、ムーの旗もそのうちね。じゃあ UFO に。なびくように。すげえ話だな。続き行きましょうか。もう1か6かしかなんですけど。確かにね。おー 6! これすごくない？順番に全部。すごくない？僕ちょっとじゃあ、音色変えましょうか。まあ僕は都市伝説的なものというより割とこちらと近いと思うんですけど、物理とか科学の方で実験してるんで、今後未来がどうなるかっていうプロジェクトには割と入りやすい立ち位置なんですよ。ここちょっとピンなんですけど、Google の親会社との開発の中で、音声でどういう風な認識をしていくかっていう AI の開発、ジェミナイ、向こうでジェミナイです。また8月今月中にローンチされると思うんですけど、オープン、チャット以上のものは今開発入ってますと。はい。で、そうなった時にその AI というものがどういうような形で立ち位置になるのかっていう論争は2025年に起こるんで、それ一つ2015年問題としては、災害ではなくて、そっちのは出てくるとは思います。AI ですか？ AI の、特にその半導体のスピードがめちゃくちゃ速いので、半導体の新しいスタイルがこれからどんどんと企業が出してきます。バッテリー問題。はい。そこも東芝さん含めて、今世界で勝負できるものを持ってるんで、株価であったりとか、その AI の話になった時には、株の動きがすごく動くでしょうね。こういうことができたよっていう形で話をすると、株一気に上がるんで、この前三菱重工一気に上がったんですよ。ちょっと一瞬ローンチして。だからそういう未来の動きは、ちょっとその株価が動くことによって AI のスピードがシンギュラリティ上がっていくので、想像以上にその企業体力と一緒に上がっていく可能性があります。でそうなった時に僕らの考え方っていうものをどういうふうに AI に落としていくのかっていうところが今後人の価値になると思うんですけど、バグって話は今後人の価値になってくるので、そのバグっていうものをどんどん人に研究していくでしょうね、AI の方が。っていう立ち位置は多分2025年から28年のあたり出てくるかなと思います。で、実は Google は 6.7 割ぐらい夢録画できます。映像化できます。夢録画？はい。それ映像で見れるってことですか？映像見たものの映像化を動画でちょっとノイズ入ってますけど見たときこれ見ましたよ映画でっていう。事前にちゃんとデータ取らなきゃいけないけど、だから寝てる人が今何考えてるのかってモニタリングしてここで見れますよ。ボーリングの球あなた見てますね。で、その色かな、そこら辺まで合ってる。で、車も車の色まで。それを大規模に AI にどれほど学習、事前にさせるかだけが問題で、やば。瀬戸さん言うとおり、これからは本当に AI が人間を超えるから、AI が正しいかどうかの判断はできないんですよ。だって AI の方が頭いいから。はいはいはで、AI にさえ任せれば、実は今言ってる標準理論とかも、素粒子物理学も全部崩れてるのに、人間のエゴだけで、宇宙ってこうだよねっていう権威だけで守ってきたのも、全部 AI の方が本当は頭がいいから、その方が人間の些細なこのエゴとか入れないで、
AI さんに任せた方が本当に公正に、本当にいい世の中になるんです。ただそこに開発者のトレーニングがあって AI って最初に。それがどのくらい入るかによって AI の性格って変わるんですよ。これ初期値鋭敏性って言って、最初にどのくらいこの AI に何を込めるかで、行く方向がもう真逆に変わっていく。それはほんまに初期設定をすごいしっかりしといてもらわな。そうですね。だから初期値鋭敏性っていうのそれを。昔のカーナビって一旦カンパチに出してたの。そんな設定あるんですか？昔のカーナビ、昔のホンダの標準装備のカーナビは一旦カンパチ出しよんねん。でこれなんやねんって言うからホンダのそのナビの開発者がカンパチゾーンに住んどってて。で地方から東京に来た人で道分からへんからこう自分でこう開発していったから、その当時やからなんか自分らでやってんねん。自分らで作ってるソフトで。だからもう一旦カンパチに出してたからむっちゃ遠回りさせようねん。そういうことが AI にはないようにしてほしいな。ただ最終的に人間とは何かっていうところ行くんですよ。これ意識の問題って言って、自我があって意識があると思ってるじゃないですか。体を支配して言語をコントロールしてと思ってるかもしれないけど、これ全部幻想。これは後付けなんです、全部。特に AI との会話なんかした時にタイムラグあるでしょ。わかります？絶対間が空くんですよ。これは何ですか？はいとか一瞬空くんですよ。これどうしようもない。でも人との人のこの会話っていうのはそうならないですよ。シームレスですよね。これは後付けなんですよ。これ簡単な実験があるんですよ。時計をこう見て、最初にモニターで青い色をずっと見てる。で、12時になって1秒間、これ脳に電気を刺して視覚を遮断する。見えない状態を作るんです。1秒間。で、12時1秒に赤いモニターを映し出す。それまでは青ですよ。青で、12時1秒になったら赤い色にする。じゃあ、12時になった瞬間、12時から12時1秒、この1秒間、何色ですかって質問すると、なんて答えると思います？赤じゃないんですよ。赤じゃないです。12時まで。青でしょ？青で。1秒間何もないんですよ。はい。12時1秒から赤あるんです。赤ですよ。12時のこの段階で何もないのに人は赤だって言うんですよ。予測してるんです。記憶を改ざんしてるの。改ざんなんですか？改ざんしてるのよ。なるほど。ほんまは何も見えてないのに、その1秒間は何も見えてないのに、赤って認識。勝手にストーリー作ってる。で、それで成り立ってる。どうしても見たとしても 0.26 秒かかるんですよ。この体の神経を取ってこう判断するまで。でも、それを感じさせないのはわざと脳が錯覚させてる。すごい。都合がいいようにね。時間を遡って錯覚させてるみんなこれ。この過去の記憶の実験も有名なんですけど、もっとわかりやすいのが、人間の意思がいつ発生するかっていうのは同じく脳に電極やって、筋肉にまた電極やって、僕が今こっちにコップあるじゃないですか。水を飲みたいって思って、水を飲みたいっていう電気がいって、これを取るっていう当たり前のストーリーじゃないですか。でもこれをちゃんと計測した教授がいて、僕がまず最初に筋肉が動いてここら辺で水を飲みたいっていう意思が発生したんです。だから僕たちの行動は、俺が何かをするぞで筋肉が動いてるんじゃなくて、実は動いてるものに対して俺は何かしたぞって後から思ってるので、理由付けしていくんですよ。そう解釈者なんです僕たちは。先に実は全部が動いていて、今ここに置いたのも、僕たちがここに来てるのも、今までもすでに起こってきたストーリーでこうなるってことが決定的に決まっていて、でそれを自分がやったって後から誤解するのが脳の機能。怖いね。いや、それ、今思い出した。僕、タバコをやめた理由が、一つの要因があって、自分自身は、酒はやめられへんけど、タバコはいつでもやめれると思って、タバコ吸ってて、ある番組の企画で、2週間断食行くっていう、断食道場みたいなのが入ってやってたけど、自分では酒やめられへんけど、タバコはいつでもやめれると思って、ずーっと吸ってた。断食道場入った時に、酒なんてもう全然飲みたくない。タバコだけをひたすら2週間ずーっと吸いたいと思ってん。だから自分で自分のことをもうコントロールできてない。分かってない。自分の体のことを分かってないんやと思って怖くなって、俺、そういえば今までものすごい台風の中、びちょ濡れになってタバコ買いに行ったなとか。
海外行く時もタバコパンパンにして税関でめちゃくちゃ金払うたなとか、そういうこと思い出した。あ、こんなことはやめようと思ってやめて、そういうか自分とは違う何かにコントロールされてるっていう記憶の改ざんをしちゃってね、都合よくね。そうそう、だから妖怪タバコにこう乗り移られとったよな。でもタバコ吸いにしてみんな言いますよね。いつでもやめれるって。みんな言うけど。それ口癖なんだね。そう言うけど。でもあの時怖かったもん、ほんまに。どこまで行ってもだから僕たちのこの意識の主体っていうのは実はこの世界にはないんですよ。この世界を映画のように見ているところに僕たちの本体があって、さっき言った通り先にもう全部動いてるんです、筋肉も。タバコ買おうっていうのも先に動いてて、それを誠司さんっていう観測者の主体がどこかにいて、俺がそれ買ったんだ。俺がアフリカに行ったんだ。俺が仏教協会に入ったんだって言ってるんですけども、そもそも仏教協会に入るまでにいろんな縁が多分あって、でその全部をコントロールできないはずなんですね。急に出てきたどっかのバーのお兄ちゃんとか。なので、それを僕たちはこの映画、この世界という映画を見ているどこかに私というものがいて、しかもこれ面白くて、慶応大学の先生と僕対談して聞いたんですけども、ちょうど勘違いするぐらい 0.38 秒で起こされるんですね。俺がやったってちょうど思わせるぐらいのタイムラグがあるんです。だから、それよりも早くても遅くてもこれが映画だってバレるんです。でもちょうど人間が、あ、これ俺がコップ取ろうって今思ったやって思う筋肉準備電源測ったら 0.38 秒って言ったと思うけど、その時間がちゃんと担保されてるっていう。不倫しても殺人してもしょうがないってことですね。そう、この問題になるとまたちょっと難しい。親鸞のそれじゃないもんって。だから親鸞の本願ぼっこりの話にならないといけなくて、親鸞っていうのは昔何をやっても阿弥陀さんのせいですって言って、でたら本願寺の人たちが本願ぼっこりって言って、じゃあ何してもいいんだってもうレイプして何してってなったんですけども、そもそも何してもいいっていうのはもう決定論。だってしょうがないってことです。それ決定論です。でしょうがないっていうのも決定論です。ある意味この今3次元のこの世界は自由意志のもとみんな何でもしていいよっていう場所ってことですよね。自我っていう本質に行くんだけど、全ては受動意識なんですよ。受動的なんだ。で、この本質を今から2500年前に見抜いてたのがお釈迦様。あらー、すげえな。ちょっと分かりやすい例えで言うと、これがビリヤードの台だとするじゃないですか。宇宙って結局素粒子というちっちゃいボールがいっぱい集まってるんですよ。でビッグバンの時にここに球をいっぱい置いて誰かがこれブレイクショットしたわけです、白い球をついた瞬間にこれが黒に当たり紫に当たり赤がここに入る、要するについた瞬間にこの先のボールの全部の動きでもこの一突きで決まってるんです、絶対に。だからそのビリヤードをもっともっとちっちゃくした球が僕たちの集合体なので、この宇宙自体がもう最初のビッグバンで、その後どこの方向に素粒子がどう行くっていうのはラプラスの悪魔っていう有名な話なんですけども、もう決まってるんです。今僕がこの話をするのも決まってます。138億。これを超える結局議論ができないから今決定論と自由意志っていうのをずっとみんな話し合ってどうしようもない。ゾッとするね。でもなんかさっきの話とつながると、だからうちの近い先輩とかでも川崎とか新小岩とか出身の先輩とかが明らかに暴力沙汰が減ってると。っていうのは SNS ができたことによってさらされるようになっちゃったから、昔はコンビニに爆竹投げたりとか立ち読みって言いながら寝ながら読んでたりとかしてたけど、そういうのが全くなくなってきたと。でこれは SNS 作ったのが今の無意識だとすると、人間は無意識に進化してる。そっちに向かってってるっていうね。より治安が良くなったりとか殺人とか法律を犯すのがないように意思はないけど進化してるっていうのがこの物理でそうなってるかもしれないってことですよね。この137億年前に一突きしたのがあなた自身ということです。それも全部私なんです。補足すると、その古典的な考え方なんでね、その決定論というのは、量子論になってから全ては確率だっていう話になって、で確率なんだけども、その代わり観測差が必要って話。それがこう今の宇宙だから、人間が意識がないとそもそも宇宙は存在し得る。観測できないから。ここから行くさっきのホログラフィック宇宙論になってくると、じゃあ結局何なのって投影って話になってくるんですよ。全部投影。アメリカ軍の中で今やってるのはとてつもない計算。宇宙全部計算してシミュレーションすると、投影だって。いずれここに。プラトンの頃から結局投影論なのでずっと。変わってないよね、じゃあ。何でもありっていうのも変なんだけども、言ってみれば空想であり、幻想であるっていう話になっていく。これもぎってもいいのかな？もちろんもちろん。僕哲学の本をよく書いてるんですけども、この宇宙に今100兆個の素粒子があるとするじゃないですか。でそれ137億年前はそれが1個だったはずなんですね。
特異点って科学者が言うんですよ。それは、この宇宙のすべてのエネルギー、すべての質量がたった一つの点だったって言ってるんですね。陽子と中性子さえももう結合してるので、本当に1個しかなかったんです、宇宙には。137億。で、1個しかないっていうことは、1個を1個と見るものがいないんですよ。これは認識するもの、認識されるもので、認識という行為もそうなんですけども、宇宙は全部もう3つから最初生まれてるんです。なので僕たちは今何かをこう、私だって言いたがるんですけど、僕もこの佐藤光郎は私だって言いたいんですけども、私は佐藤光郎だっていうためには、私が佐藤光郎じゃない必要があるんですよ。わかりますか？いやー、面白い。これを佐藤光郎だっていうところに佐藤光郎が必要なんです。だから、私は何々だって言ったものは、要するに私じゃない証拠なんです。千原誠二さん自分を誠治だって思ってるってことは、思ってます。その理由は、誠治じゃないからなんですよ。誠治じゃないんよ。誠治が誠治を誠治と思うためには、誠治が誠治だ、誠治じゃない必要があるんですよ。フラットランドのラビットっていう話があって、二次元の世界がここにあるとするんです。二次元の世界の中に住人がいたら、ここにウサギの絵を描いたらどういう風に見えるかっていうと、ツになるんですよ。わかります？線ですよね。二次元の世界の何かを私だと認識するためには、三次元の奥行きが必要なんです。そうだね。なるほど。なんで僕たち今三次元のこれを私だと認識できてるかっていうと、より高次元のところに私たちの主体、意識の主体があるから、いないとね。これを私だと思える。じゃあ、光郎さん、俺がよく考える、この、誰がこの宇宙すべて、この存在、現実作ったのかってって、その外には何がいるのかってよく考えるのは、結局自分ってことですね。全部が自分。さっき言った通り、この全部が一つだったわけだから、だから直木マンを今通して分離して、俺を見ているのも俺で、俺が直木マンを見ているのも俺で、全部が俺なの。私でもいいし。吐きそうになってくるもんね。なるほどね。これが昔から仏教が言ってることと、最近の量子力学が掴んできてること。そうですね。で、その日本仏教協会の顧問が顧問です。三上編集長によると、その、ある意味日本を牛耳ってる？まあ、すごい権力というか、これ歴史あるんで、仏教そのものは寺っていうのが組織として、この国ですごい権力を持って、今でもそう、その全部カバーして日本仏教会っていうのがもう最高というか一番。じゃあ多分女行きたいだけですよ、多分。これからも。いや、それはもうね、やっぱり、ちゃんと立派な商人になるまでは、まあ、上人になるまでは、修行中の身ですから、間違いは起こします。素晴らしい。仏教の理念はそれで。いい捉え方だな。いや、仕方ない。いやいや、仕方ない。それはねそれはまだ未熟者ですから。そうですね。まあ、親鸞もね、悪人小季節。はい、もうそれ善人が救われるのは言わんよ、悪人をやる。そういう皆さんの負を全部僕は背負っていこうと思ってるんです。いいな。瀬戸さんがね、ちょっとおもろい話があるっていう。カメラ止まってるところで話が盛り上がってて、なんすか光郎さんと光郎さんのちょっと話の流れで、時間差 0.3 秒の遅れであったりとかって、細かい数字あると思うんですけど、うちのその研究してる周波数は脳に対してどう影響を与えるかっていう約20年近くやってるんですよ。脳をどういうふうに開いていくかっていう、その右脳左脳前頭葉小脳界面体を含めて脳科学と一緒にリンクさせてるんですけど、特にその右脳的要素の周波数っていうのがありまして、電気と超音波で結合させるんですけど、こういうものをアスリートの人たちに当てた時に異常にスピード速くなるんですね。そういうふうなことをどういうふうにやってるのかっていう、結局その時間軸で自分で見えてる時間って1秒をどんだけ長くできるかっていうのが価値かなと思っていて、それって脳の活動能力なんですよ。年重ねると時間早く感じると、それって感性の法則になっちゃうから脳に刺激がないだけなんで早く感じると。その脳自体を刺激的に何か刺激を探すと結構外部の情報必要じゃないですか。年重ねて新しいものを常に見つけていかないと。そうなんですけど、テクノロジー的にそういう気分にさせる周波数があるんですね。外部の情報なくても脳がスパークする瞬間があって、それをアスリートの人たちにやることでスペックを上げるってことはやってます。ベンジャミン・リベット教授のやつで、はい 0.38 秒程度の話を僕話したんですね。意思決定の前にもう 0.38 秒、で最新のなんか論文読んでたら、それが驚愕だったのが、何分か前にもう世界は全部終わっていて、それを認識するっていう、で脳の処理の速度を測った人がいて、それができてるってことですもんね。未来とか過去って何なのかって思っちゃう瞬間があるんですよ。で僕も何回かあるんですけど、毎回じゃないんですけど、覚醒の超音波周波数を脳に断続的に入れるんですね。10秒やって10秒休んでっていうことを3回やると、2日目ぐらいからテレビ見ると先にこう CM が何流れるとか何喋るかっていう、その前の時間が分かるようになるんですよ。でこれ僕だけじゃないんですよ、被験者として。
とまた皆さんも浴びていただきたいんですけど、そうなった時に先ほどの話って何なのかなってことはすごく僕も興味あるんですよね。脳で言ってんのがもともと受信してんのかっていう、でなった時にプログラムとして言い切れるなと思って、それを早く受信するだけの話なんでっていう。格闘家の人が入るゾーンっていうのは早く受信してる状態ってことですか？先読みをするできることの方が強さだと思いますけどね、結局。ちょっと僕じゃあ一つ楽しい話ですか？仏教界の聖司さんにも、僕昔から蜜蝋ピースってファンの間で呼ばれてるのがあって、こういう風にピースするんですね。でこれなんでかっていうと、僕2っていう数字が嫌いなんです。分離を表すのが2だから、これ横から見たら6で、こう見たら3なので、蜜蝋ってやってたんですよ。なるほど。はい、で、これずっとやってて、僕はある時、ある講演会に、仏教界から資格が送り込まれ、ある超有名な宗教の裏アジャリとしてやってる。で、お前なんでこれ知ってるんだって言われたんですよ。これは昔から仏教界に伝わる最強の秘宝で、こういうポーズがあると。で、お前がこれをやってたから、俺は今これをなんでか確認しに来たって言われて、あ、これすごいやつだったんですねっていう話して、これちょっとアメリカではこれ卑猥な意味があるらしくて、なんかこう、3つの性感帯を刺激する意味で、これやってはいけないってアメリカでは言われてるらしいんですよ。これと同じなんですよ、きっと。ロシア正教の秘密の絵では、みんな絶対これやってるんです。キリストが。仏教でも阿弥陀様結局ここやってるんですよ。で、それぞれの指には神経が通っていて、これインドの、ヨガで、名前がラームとかバームとか何とかあって、こことここをつなぐということで脳の回路が切り替わるんですね。この指だけすごいおかしなことになっていて、世界で一番指の神経に詳しい教授にたまたま出会えてやってもらったんですけども、蜜蝋さんって言って、この指だけ他の剣からは取れないもう特殊な剣が、世界的な剣がいって、でこの蜜蝋ピースをでももうすでに瀬戸さん知ってたんですよ。知ってたの？皆さん今人差し指から順番につまんでいったら感覚薬指だけ違うと思うんですよ。強く爪踏んでいったら、感覚は麻痺っぽくちょっと違うと思うんですけど、なんとなくこうつなぐのもこうスムーズじゃない感じがするので、ちょっと確かにちょっとだけ感じだね。密教とかですね。密教もそうですね。密教は見せたらあかん言うて、絶対に見せない部分です。特に裏のくじ印は見せたらいけないですよね。表と裏ありますもんね。真言宗でこう表に出してる印の結び方と裏の結び方がわざとだからさっき言ったアメリカでこれがわざと卑猥っていうことにして、なるほどね、使わせないんですね。さっき言った脳の神経回路を増強させるためにはやっぱこことここをつなぐっていうのはすごい大事。じゃあちょっと早友さんは最後これをしながら話しましょうか。そうですね。ずっと説教なんとかこれをしながら兄さんの回復をちょっと信頼の回復をなんとか図らないと。もうね、もう俺だけだもんね。最後いきます？はい。ちょっとライトな話で、ただ僕は聞いて結構すごいなって思った話なんですけど、風水って結構信じてます？そうでもないですか？とかどっちかっていうとそんなのあるのみたいな感じだと思うんですよ。で僕も結構そうだったんです。で最初にもしかしたらあるのかもって思ったのが、知人で裏原宿とかハイブランドが日本に入ってきた時の建築デザインをやってる方がいるんですよ。でその方も別に風水の勉強なんかしてない。で普通にお店が繁盛するように日当たりがいいようにいろんなことを考えながら何十年もやっていった結果、風水上完璧な建築になったんですよ。風水師が言うこれがベストだぜっていう店舗の作りになって、あれ俺いつの間にか風水完璧にできるようになってたな、もしかしたら風水って意味があるのかもって話を聞いて、本当に意味あんのかもしんないなってちょっと思ったんですね。でそれから僕も YouTube やってるんでお仕事でドクターコパさんにお会いする機会があったんですよ。僕らはちょっと多分世代じゃないんですけど、一回り二回りぐらい上の人は世代俺らはもうよーテレビで見てますじゃないですか。一世風靡した風水師の人で、今銀座にコパビルっていう一個コパさんのビルが建ってるぐらい大儲けしたおじさんなんですよ。でその人とお会いして今もう70超えてるんですけど、喋りうまいんですよ。むちゃくちゃ喋りうまくて、頭の回転も異常に速くて、言葉がつまらないんですよ。わけーこの人と思って、で風水じゃあどういう経緯で始めたんですかっていうふうな聞いたら、お父さんが宮大工さんなんですって。宮大工さんって風水やってるの当たり前らしいんですよ。風水 やってないやつは宮大工じゃないっていうぐらい当たり前の大前提知識として頭の中に入ってるそうなんですね。だから風水があるっていう環境で育ったんですよ、ドクターコバさんって。
だから大人になって、風水はあるよな、でも俺は別の仕事に就きたいなと思っていろいろ勉強して資格とか取ってたんですって。そしたらある時20歳ぐらいだったと思いますけど、お父さんからお前は40手前で世の中にドーンと出てきて50で本を書くと言われたんですって。で、何言ってんだっていうふうに思って、それから大人になっていった結果、世代の人は分かるんですけど、その通りになったんですよ。風水師で世の中にドーンと出ました。その後50で本書きました。バーンと売れました。でビルも建ちました。親父が言った通りになったなと思った時に思い返して、なんでそうなんのって当時お父さんに聞いたんですって。で、返ってきた答えが、だってそういう風に家作ったもんって言われたらしいです。だから風水上をこういう風に建築したら何歳で何を勉強して、どこでどういう人格になって、風水で世の中に出るのは何歳、本を書くのは何歳って設計して家を作ったらしい。っていう話を聞いて、その通りになっているから、もしかして風水って外的影響で結構人生そのものを左右する力ってあるのかもしれないっていうふうに思った。風水すごいなって思った話です。三浦さんもその辺結構詳しいですよね。風水は割と理にかなってるっていうか。でなんか風水っていうのは体系上、南から夏は風が吹くから南にちゃんと窓を設けましょうだとか、人類のこの今までの統計がちゃんと生かされてるものだなってことを身をもって知って、そこからだからドクターコパ先生も会いに行ったし、もう本当に風水はもう単純な統計学だと僕は思ってる。ちょっと最後、結構濃いドインボーの話していいですか？いや、ちょっと相談したくて、最近結構なんかいろんなつながりが増えてきて、なんか僕のことそう操ろうとしてるのかなみたいなことが最近異常に近づいてくるんですよ、そういう方々が。で、さっき言ってたみたいに結構 YouTuber みんな目つけられてるよって言って、それで僕に吹き込んでるのかなと思うのが、次期天皇が男か女かっていう今論争すごいじゃないですか。なるほどね。直木マンの思想を左右させれば、男系女系のあれまで200万人だっけ、210万人に伝わるっていう。異常にって言ってくるんですよ、僕に。次がっていうか、そう。あるんじゃない？まあしたいだろうね。したい人たちはいると。で、いっぱいいるって言いますよね。だからそのちょっとやばいんだよね。ガチめのやばい話、でも今多分使えないもんね。施設に漏れ伝わってるところに言うと、トイレ行ってきます。すいません。相当我慢してはったやな。いいところやったからだいぶ我慢しました。すみません。なんか時期的にもオリンピック開催中じゃないですか。はいはい。皆さん開会式見ました？はい、見ました。見ました、せいさん。ところどころ見た。ところどころ。なんか結構、物議を醸すというか。なんか炎上というかね、いろんな。なかなか、あれは別になんか陰謀都市伝説抜きにして、ちょっとこれ大丈夫みたいな。マリー・アントワネットの。マリー・アントワネットもそうやし、なんか結構 LGBT の方ができて、わーっちゃーってやってて、なんか金玉はみ出てんじゃねみたいな話もあったりしてますけど、あれって、三上さんやっぱこれ時代の流れですか？もう一応主張するのはね、まあ、いわゆるその多様性だっていう。ただ一つだけ気になったのは、馬に乗った騎士が出てくる。あれっていうのは、黙示録に出てくる、ね、4人の騎士の、いわゆる4人の騎士って白い騎士、赤い騎士、黒い騎士で灰色の騎士。この灰色の騎士を明らかにイメージしてる。あれではジャンヌ・ダルクことが言ってましたけど、まあそんなことねえだろう。灰色の騎士ですね。しかも灰色の騎士結構やばいんじゃない？は、死をもたらす。死？やばくないですか？怖っ。なんでそんなことしてます？いやだから本当に謎なんですよ、今回の開会式はね。ある種そういうふうな DS の方々の会議に、ニューヨークの会議に日本人でたまたまその席上にいた人がいて、まあこういうふうな会合でちょっとフランクな話をしてる中で、世界の人たちは気づいてないけども、もう彼らをもうほとんど滅ぼす。で、その方法っていうのは、みんな知らないだろう。誰も知らないよね。はははは。気づいてないね。はははって言って、それが多様性。多様性を持ってこの世を滅ぼすと。それを普通に会話で。誰も気づいてないよね。誰も逆らえないよね。多様性にはね。ははははっていう会話をして。まさに今回の開会式が多様性の開会式でしたもんね。押し付けというか。まあそうね。それに異を唱えると差別主義者っていうか。はいはい、そうですね。本当そうね。それを革新的にやってるのよ。僕の知り合いだと井川さんとか、百田さんとか、がっつり右保守系の人が異を唱えてて、でも
ちゃんと炎上してて、そうなんですか。まあ炎上というか、まあ差別主義者っぽく見えるじゃん。だから言えないよね。あの人昔の差別の感じを出すんだって思われて何も言えないから抗えないですよね。そうなんだ。言えないでしょ。僕言おうと思っちゃったんですけど、結構危ないですね。まあなんかそういう保守系とか右翼系に思われちゃいますよね。まあ普通に極右っていう極右って。役員。まあイタリアの今度の首相なんでね、極右って。マジか。言おうと思ってたの？っていうかなんかやっぱさっきの4騎士もそうやし、最後の晩餐のイメージもそうやし、要はその反キリスト的な感じなんじゃないかって海外の方ではめちゃくちゃ言われてて。はいはい。で謝罪したよね、いきなり。謝罪してました。なんか青い男の人が踊ってたの見ました。裸で。あの方が、本当は青くないんですよ、色は。神なんですよね。バッカスね。お酒の酔っ払いの神様。ワインの神って言われてて。ただ青くないのにああしちゃったり、なんかちょっとそれで謝罪してたりしたんですよ。マリオ・アントワネットの、結構グロテスク。首いいよね。あれを開会式でやるっていうのが、びっくりした。あれだからそのマリー・アントワネットの首、あれはどういう意味が隠されているとそういう業界では言われているの？要はフランス革命だよね。フランス革命。フランス革命を、まあ、あれを事実上ね、組織してやったのはメーソンだから。フランス革命っていうのはメーソンにとっては非常に誇りなんだよね。よく言うのがね、日本人からしたら別に多様性どうこう関係なしに、そもそも受け入れてたね。ただ、クリスチャンが多い欧米だとか、まあ、イスラムの世界であんなのやったらもう本当に斬首だから、よくはやったなっていうか。ね、意外とだから日本でそんな騒がれてないっていうのが、まあ日本らしいなっていうか。まあ他のね、やつはまあ LGBT はいいんだけど、その黙示録の騎士に関しては、ストレートに死だからね、死神みたいなもんだから、あえてオリンピック出す意味あんのかな。最後なんかでもちょっと明るい方向で終わりたいですよね。なんかみんなでちょっと明るい明るい都市伝説とかってあるんですか？まあでも、まあそれで言うとじゃあ地震最近やばいじゃないですか。それ聞きたい。ねえ、どでかいのが起こりそう。だって初ですよ。巨大地震注意。ああね、一週間。南海トラフ。警報で。初ですよね。あれ、三上さん的になんかあるんですか？で、陰謀論的に言うとね、緊急事態条項を通すためだろうみたいな。ああ、シンプルに、ね。ほら、こういう風なことのためにみたいなね。なるほどね。そっか。ちょっとあんま報道されなかったですけど、でも起きてましたもんね。まあでもなんか、この流れでいくと、来年の災害がありえちゃうんじゃないかみたいなも言われて。ほんまやな。なんかね、来年でしょ？で、太陽フレアが結構影響してるって言われてて。なんなん太陽フレアって。よう言うやん、それ、太陽フレア。プラズマと太陽フレアが。別にオカルトの話じゃなくて、普通に国立天文台が発表している太陽をずっと監視している、なんていう衛星、なんとか衛星が太陽のルミナンスですかね、出るたびに、それがどのくらいの大きさなのかっていうのを発表していて、結構最近暴れていて、ちょっと前から。太陽にはちゃんと11年、何年周期で11年周期があるんですけど、ちょっとそれもずれてきていて。ちょうどでも来年ピークじゃないかって言われて。それがどうなるんですか？それが何の影響？一応すげえ有害っていうか。過電粒子だね。過電粒子と電磁、まあ放射線みたいなものが飛び出てくる。地球から見て反対側でドカンって言ってくれりゃいいんだけど、こっちに向いてドカンって言ったらもうもろに来るわけですよ。何より怖いのは、磁気嵐によって、例えば電線だとか、送電線に過剰な電流が流れちゃうんですよ。とすると、焼き切れちゃうわけ。だから、太陽フレアの磁気嵐が地球に到達する以前に、実は送電線を全部切らなきゃいけない。アメリカではそれがもうシミュレーションできてて。あ、そうなんですね。そのまま使うと焼き切れて、その後もうだから天気取らせなくなる。実際にカナダですよね。カナダもカリフォルニアでも。で、もう全部ボンってシャットダウンしたことがあって。実際にもうあることなんですか？もう何年も前に。で、それの専用の今、爆弾も開発されていて、北朝鮮もこっちに核爆弾しないで、多分最初にやるのがその電子爆弾って言って、それを上空で爆発させたら、全部の電子機器が一気に使えなくなるんですよ。だから、これも使えなくなるんですよ。何もかも。これ、今、電力系統に繋がってないのになぜか使えなくなるんですよ。だから、なんか NASA の職員の車のあれ見たことあります？ NASA の駐車場の
車を撮ってる TikTok か何か見たんですけど、めっちゃ昔の、今あるのって1960年代くらいの。なるほど。で、電子のこのスパークのやつじゃないやつで。キャブでやって。だからそう押し掛けてできるように。そう、だから NASA の人たちがみんな古いあれ乗ってるのは、結局太陽フレアが地球面に向いた時にちゃんとポンってなってしまったら、まあ連帯抜けてきたら。これピーク、来年の7月って言われてるんですよ。ねちょうど先ほどの25年問題。25年問題のドンピシャなので、それで盛り上がって。いろいろみんな重なって。なるほど、なるほど。せいさん、でも盛り上がり、今、下になってまあ、そうですね。盛り上がりすぎて今みんな興味なくなってるんで。僕、明るいニュース。聞きたいです。思い出した。なんと、地球上の生態系が変わって、今、仙台の方でもトラフグが取れるようになったらしいですよ。ずっと上がっていって。今だから仙台の料理人は、皆さんフグの許可取るのがすごく忙しいらしいです。いいです。これ本当にいいニュースだ。いいニュースだ。トラフグが食べれるようになりますよ。今、八戸でタチウオが取れます。はい。昔なかったんだ。イワシもです。ということはこれ、カジキがですね、仙台まで上がってきますから。どんどん全部。仙台の金持ち、大きなクルーザー買ってください。話でも沖縄はサンゴが死んでます、それで。だから、今沖縄で生きてたちょうどいいのが東京ぐらいでサンゴになってるんですよ。沖縄今発火現象。しかも台風来てないから今年もうほぼほぼサンゴ全滅じゃないのかな、沖縄。おかげで東京湾にヒョウモンダコがいる。そうなんです。あ、そう。どんどん北に多分文明がもっともっと。ヒョウモンダコは子供が見たら絶対触るもんな。絶対ダメ。あと戻りガツオがいいらしい。結構やっぱ東北の方で。好きやん、こういう話。無限に続きますね。明るい話が。でもいい話だったね。美味しい食べ物の話。北が明るい。いやーでも、すごい強い強いメンツで、ありがとうございます、今日は皆さん。なかなかどこが放送できてできないのかよくわかんないですけど。いや、本当よ。どうですか皆さん、今日放送できますかねこれ。いや、なんか、全部してほしいですけど、身の安全大丈夫かなって。僕関係ないけど、なんか何人か自分が危険になりそうな話してましたよね。まあ、大丈夫でしょう。大丈夫ですよ。みんな守られてます。僕は多分オンエア見たら多分叱られてるとこだけどね。そこ重点的にね。そこだけ。違和感すごいんだから。こいつは何をやってたんだみたいな状態で。初めてですもんね、こういうのも。いや、もうなんか聞き惚れましたね。なんかその都市伝説的なもののその懐の広さ、情報量とか、トークに長けてるなっていうのをすごい感じました。いい勉強になりました。ありがとうございます。大丈夫ですか水尾さん、最後言ってきて。いや、もう楽しかったです。僕、最後に言っていいですか？どうしても言いたいことがあって、検察と警察の味方です。これ言っとかないとだって捕まるってね。いや、本当僕も大好きです。大好きですよね。本当に。これ言っとかないとだって。でも検察のね、特捜部とか辺はだって日本じゃないから。あ、そうなんですか？ほら、アメリカだから。アメリカ、GHQ がゴリゴリで。だからね、アメリカ様、味方ですね。そういいね、アメリカにやっとかないと、最後にこれでやっとかないと。最後にこれより、せいさん誰かに、なんか俺言っとかないと。俺を言いたい人は、すいません、本番中に後輩怒ったりしたけど、僕は本当は優しい先輩なんです。俺を言って、後輩の人をビビったりするのやめてください。確かに。いや大丈夫です。なんか言ってきたんですか？いや、誠司さん本当ありがとうございました、今日。勉強させていただきました。俺はもうアメリカより誠司さんだから。そう。検察、アメリカ、誠司さんだから。目の前のね。そう、やっぱそれは。いや今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。直木マンの知らない世界第2弾お楽しみいただけましたか？この世界は公には出ないような情報事実がたくさんあります。そんな中日本中のヤバい秘密を持っている人を集め11月2日有明アリーナで前代未聞の都市伝説イベントの開催が決定しました。来たる2025年新世界生き残りたいやつ集まってください。そしてこれからの明るい世界に向けて一人一人がアクションを起こす時です。ワクワクする世界を望む皆さんに向けてグッズも販売しているのでチェックしてみてください。それでは11月お待ちしております。一般販売は9月6日から。Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah,
so try again. This time take a vitamin, yeah, and vitamin. Welcome to the Lion's Den, and I'm Mufasa, big boss in charge of. Coming in like a bull, you see me raising the stock up. Confidence, that's right. Confidence, yeah. And I'm on a big mission. My whole team got a plate up in the kitchen, yeah. I'm talking everything, I make all the fixings, yeah. They come a long way from where they come up missing. I blame it on my confidence. Yeah, that's right. No downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a compliment. I got that confidence.